こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。2023年6月21日に発売された40系新型アルファード&ベルファイア発売直後から最安グレードが発売されるかもしれない低ハー EV モデルが登場するという噂があったが、独自に入手した最新情報をお伝えしよう。ようやくアルファード&ベルファイアの最安グレードと低ハー EV4 人乗り仕様が発売されるぞ。紆余曲折ありながら納車される車が増えてきた。2023年6月21日に発売が開始され、記者発表後すぐにディーラーにて受注が開始。一部の店舗では抽選販売のほか、下取り車残クレメンテナンスパックボディコーティングなど選んだ項目が多いほど納期が優先されるシステムが採用された。発売2日後には早くも受注停止となり、すでに2024年8月までの生産枠が決まっているという。2024年に入り、トヨタ自動食品不正の影響でいなべ工場の同一生産ラインで製造されているアルファードベルファイアも1月29日から5週間にわたって生産停止されていたが、3月3日から生産が再開し、4日から出荷が再開された。2023年68月頃に受注した車も8月から納車され始め、2024年3月中旬以降、生産、出荷のペースは上がってくるという。そんな中、僕らが待ちわびていた一番安いグレード、X グレードがいよいよ2024年8月に発売するという情報を得た。当初は2024年6月頃の発表予定だったが、溜まっている受注台数を生産するために伸びた模様。現在、最安グレードの GL キャブ472万円があるが、実質の最安グレードは G グレードのガソリン FF の540万円。アルファードの X グレードの価格は、その G グレードより100万円近く安い440万460万円になるという。X グレードは、専用の X か飾りグリル、22,565R1717 インチアルミホイールシルバーメタリック塗装のほか、セカンドシートリラックスキャプテンシート、ファブリック合成比較シートとなる。また必要最低限の安全装備は採用されるが、LED 湿気シャルターランプ、パワーリクライニング機構などの装備類が省略され、12、3インチ TFT カラーメーター&マルチインフォメーションディスプレイ級、8インチ HD ディスプレイオーディオコネクティッドナビ対応8スピーカーとなる模様。さらに低ハー EV の4人乗り仕様、スペーシャスラウンジが追加。実はすでに2023年9月の新型センチュリー SUV の発表会で、シレットベルファイア低ハー EV が展示されていた。ボディカラーはダークグレーメタリック系のプレシャスメタルで、リアゲートには低ハー EV のロゴがついていた。注目の低ハー EV システムは、おそらく RAV4 とハリアーの低ハー EV と同じもので、エンジンとモーターでフロントを駆動し、モーターのみで駆動する電気式 4WD の E5、2.5L のダイナミックフォースエンジンの出力は 177PS219-0M、モーターは 182PS270-0M、リアは 54PS121-0M を発生し、システム最大出力は 306PS となる。その後、2023年10月に開催されたジャパンモビリティショーに出展されたベルファイアスペーシャスラウンジコンセプト。実はこのモデルのパワートレインは低ハー EV を搭載していた。低ハー EV は4人乗りのスペーシャスラウンジだけでなく、標準車の6人乗りにも設定される模様。スペーシャスラウンジは座り心地を追求した専用リアシートをはじめ、7人乗り仕様に比べリアシートは約 500mm 広く、ヘッドレストにはスピーカーを内蔵、カバンが置けるフロアトレイや冷蔵庫も設置され、車内で執務やウェブ会議も快適にできるテーブルや各部に電源を装備、ラゲッジには専用のハンガーカバーも装備し、着替えが可能、極めつけは専用絨毯を装備し、ホテルのスイートルームのような高級感あふれる空間を演出している。注目の価格はレクサス LM が2000万円であることを考えると、スペーシャスラウンジは1500万1700万円と予想。低ハー EV およびスペーシャスラウンジも X グレードの追加と同じ時期の2024年8月頃になるだろう。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。20代の頃最上級グレードが良いと言って、オデッセイの ABS-OLUTE の新車を買った。子供ができてから中間グレードのボクシーの中古買った。今は主に嫁が乗ってる。子供がちょっと大きくなったら、自分の車は何でも良いとアルトのサイレンカグレードになった。アルファードの中で安いグレードが出るのはアルファードが欲しい人には魅了的ですね。でも、人によってそれぞれの予算、用途に合った車があるので、全てのユーザーがまんべんなく見れるような情報発信。他の車の情報も知りたい。値段的にも手が届き、性能が良く、
素晴らしい車は他にもたくさんあると思います。安いグレードが出るのはいいんだけど、一目で最安グレードであることがわかるようにするのがトヨタなんだよね。30系のダサいを通り越した16ホイールとかシーケンシャルウインカーの省略とかでもあったし、いい販売戦略だよ。見栄を張りたい人は本音は安いの買いたいのに高いグレード買ってくれるし、実益を考えるのであれば最安でも何も問題ないと思うんだけどね。最安値で450万円。一昔前の最上級グレードですね。20系の S グレード4買った時の価格が込み込みでこれくらいだったから、車体で150万円くらい上がったか。もうミニバンは必要なくなったから別にいいけど、これ買おうと思っても買えないな。X でも込み込みで軽く500万円超えるよね。もう車は買うのではなく借りる時代だね。個人で維持するのはコストがかかりすぎる。一番最初にアルファードが出た時一番下のグレードの価格は280万ぐらいで、値引きが30万ぐらいあったから250万だったよね。それから22年。車の価格だけ上がり続けて実際の経済は全くの停滞期。今も株価が上がってるけど円安で海外の投資家が日本株に手を出しやすい価格だからバカすか買われてるだけで、マイナス金利解除しながら増税とかバカな政策してる日本の経済は、外国人に株を売られたら日本株は暴落し、停滞期を延長するだけでしょう。大企業勤めの高収入か、自営で経費で落とせるならまだしも、サラリーマンが個人の財布で400万円台の車を買うなんて先行き不安すぎて愚策でしかない。確かに儲けのある外国を優先したい気持ちはわかる。しかし、レンタカーの大口需要があるから X は絶対に必要。でも、どうせトヨレンだけ優先するのかな。そうしないと、ご存知の人は少ないかもしれないが、最近デリカ D5 の8人乗りがそれの代わりになってきている。それもリセールがよくがっつり稼いでから割と高くで売れる。最近、外国人観光客はものすごく多いから大手レンタカー店等は台数をそれなりに抱えて需要に応えるようにした方が良いだろう。欲しい人に買いやすい価格設定モデルを導入するのは良いんじゃないかなって思います。記事にあるような一部装備省かれたりする一方、ついている装備見ても特段不便に感じることもなさそうですし、正直仙台ベーシックもむしろこれで十分快適ではって思う部分ありましたね。あとは仙台モデルもそうでしたが、タクシーとかでも使われそうですね。家族旅行7人で行くには便利ですよね。荷物詰めても余裕のある空間。ただ日常では不要で、現行のアルベル買うなら趣味性のあるスポーツカー買って都市1。2回の旅行はレンタルする。これが自分のカーライフに合ってる。地方都市なので1人1台が当たり前だけど、子供の送迎、自分の移動用にミニバンは必要ないな。本当に納期が滞っているのかな。わざと遅らせているのかと思うけど、逆にいつになったら最短で買うことができるようになるのを、トヨタも社長が代わり災難続きだと思うけど、こちらのグレードもちゃんと通常軌道に乗せるのが最優先だと思うがね。販売チャンスを逃さず増収増益になるためには、生産ラインのフル稼働と売れない車種はやめて、アルベラインの新設や品質管理を細分化するしかないだろうね。30数年前、20代の時に初めて買った新車は 32GTR の447万円。車が好きでちょっと無理して買った。そして、そろそろ最後の車として40アルファードを買う予定。どうしても今出ているセカンドシートが使い勝手が悪そうで廉価グレードを待っていた。予想価格450万。30数年給料が上がってないとは言うけれど、車がちょっと好きでちょっと無理してでも欲しいなら450万は買える金額ではないのかな。そろそろ500、600万の車を高級車とかいうのをやめてほしい。普通にファミリーカーとして使っている人がほとんどだと思うから。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。